さて皆さん AI ツールは活用しておりますでしょうか。今や本当に様々な AI ツールがあって、何か調べ物をするときにはまず AI に聞いてみるっていう、そういう時代なのかなと思うんですけど、最近Notion エージェントを使い始めたらこれがですねマジでやばくて、今までは AI ツールで調べた内容っていうのを、Notion にね手動で落とし込んでたんですけれども、それが Notion 内だけでやっぱり完結するようになったっていうだけじゃなくて、過去に僕が作ったページとか、データベースっていうのを参照して、いろいろ回答してくれたり、調べた内容をページとかデータベースに情報としてしっかり整理して、落とし込んでくれたりと、それ以外にも、企画書から台本やショットリストを自動で作って、でカレンダーにスケジュールとして追加してくれるみたいなことまで、全部こなしてくれるんですよ。なので僕は指示を出して上がってきた内容を確認して、で承認みたいな感じで、まるでね超優秀な秘書とかあとは部下みたいに、本当専属の AI アシスタントがNotion上で一緒に働いてくれてるっていう感じで、これ使ってからね作業効率が本当爆上がりしたんですよ。なので今日は Notion は使っているけど、この Notion エージェントはまだあまり使いこなせてないという人のために、今日はね僕のこの動画の企画をこの Notion エージェントに一緒に考えてもらって、その様子をお見せしながら、一体何がどう素晴らしいのかっていうところを、皆さんにねちょっとお見せしていければなというふうに思います。じゃあ今日ねこの Notion エージェントに一緒に考えてもらう動画の企画内容なんですけれども、それがここ最近僕がね気に入って使ってるこのニコンの ZR と、長年僕のメインカメラであるこのソニーの FX3、 これどっちがいいのかっていうのをちょっとね今日はいろいろとリサーチしながら、Notion エージェントと一緒に、動画の企画に落とし込んでいきたいなというふうに思います。ではこちらがですね、Notion の新規ページを開いた状態になるんですが、Notion エージェントをどこから呼び出すかというと、この右下にいるこのアイコンですね。なんか猫が乗ってる可愛いやつ。これなんかね、自分でカスタマイズできるんですよ。で、これを押して開くと、新しいこの AI チャットっていう画面が出てくるんですけれども、これが Notion エージェントとの、やり取りする画面になります。で、まずね、重要なのがこの右下、ここに編集っていうチェックボックスがあるんですけど、これをチェック入れることによって、この Notion エージェントがこっちのページに対しての、編集権限を持つことになるので、今回は Notion エージェントにも全部ねお任せしようと思っているので、この編集ボタンにチェックを入れておくと。じゃあそしたらこんな感じでニコン ZR とソニー FX3 の特徴を公式サイトを参照して情報をまとめてくださいというような形で一回この Notion エージェントに指示を出してみます。もう僕は待つだけですよ。はい、するとこんな形で ZR と FX3 のねちょっと情報がバーっとここに、まとめてくれたので、じゃあ一旦これをこのページに反映させてほしいなと思うので、この内容を、ページに書き込んでくださいと。で送信とすると、はい、こんな感じですごいこのアイコンとかまで設定してくれるんだね。ニコン ZR-VS ソニー FX3 特徴比較、ページタイトルまでしっかりつけてくれてますね。で、ニコン ZR の、主な特徴、センサー情報は 24.5 メガピクセル、ダイナミックレンジ最大15プラスストップ。あってそうですね。じゃあね、それぞれの特徴はこんな感じなんですけど、もうちょっとね、見やすく、基本スペックみたいなのを表にしてね、出してほしいなと思うので、じゃあ、それぞれのカメラの基本スペックを、表形式でまとめて、さらに各項目でどちらが勝っているのかっていうのを判定も行ってくださいと。で、それができたらページの最後に追記してと。こんな形でちょっと、次はですね、指示を出してみたいなと思います。すると、こんな感じで。すごいね、これね。基本スペック比較表っていうのができました。センサーは、ニコン ZR は 24.5 メガピクセルのフルサイズ積層型。FX3 は1030万画素のフルサイズ裏面照射型と。で、この判定が同等、用途により異なる。そうだよね。
何をもってして同等と言ったのか分かんないんですけど、確かに画素数は、ニコン ZR の方が 24.5 メガピクセルと高画素ではあるものの、FX3 の方がピクセルピッチが広くて暗所には強いので、これを安易にどっちかと言ってないところはもしかしたら賢いのかもしれないですね。FX3 が勝ってるのは、デュアルベース ISO、確かに高感度側がより高い 12800 であったり、常用 ISO、これも FX3 の方が範囲が広いと。で、最大動画解像度、こちらは ZR の方が 6K 収録可能なので、動画の解像度は ZR の方が強いと。で、ロー動画記録、ZR は複数のローフォーマットに対応。FX3 は非対応ということで、確かにそうですね。すごくないですか、これ。はい、重量も ZR の方が、そうなんだ、ZR の方が 90g 軽いんですね。で、それぞれのスペック判定のまとめというような感じで、どうですこれ。そうですね。そんな間違ったことは言ってないと思うんですよ。これを自分で作ろうと思ったら、いや、結構時間かかりますよ、だって。すごいな。次に記録可能な動画のフォーマットもちょっと同じようにまとめてもらいたいなと思います。ZR。じゃあこんな感じで送信とすると、こんな感じでですね、確かに、2つの記録フォーマットが表にまとまってるんですが、このテーブルの項目がちょっと違うんで、これちょっと比較するには分かりづらいですよね。これちょっと修正してもらいましょうか。追加した2つのテーブル、こんな感じで指示を出します。すると、この2つのフォーマット、解像度、最高フレームレート、コーデック、揃ってますね、この2つのフォーマットが。じゃあちょっとね、一旦ここで、結構情報が多くなってきたので、このページを整理してもらえますか。じゃあこんな感じでね、現在のページをより見やすいように目次をつけたり、スタイルを統一するなど、調整してとお願いします。はい、するとですね、こんな感じでちょっと全体的なフォーマットを統一してくれました。ここの比較表で出てきてたこのFX3 は青、ZR は赤みたいなところはちゃんとね、その他の項目にまで反映するようにしてくれて、これは見やすいですね。ただニコンが赤でソニーが青、なんか違うような気もするんですけどね、ここは。他にも、映像クリエイター視点でニコン ZR とソニー FX3 どちらが優れているか比較表を追加して、こんな感じでどんどんちょっとこう知りたいことをとりあえずここにざっと流し込んでもらうとすると、あっという間にですね、これだけの情報がまとめられるわけですよ。すごいですよね、これ。ちゃんとね、撮影現場での使いやすさ比較とか、ポストプロダクション編集での比較とか別に頼んでないですからね、これ。コストエコシステムでの比較。ただこの情報が本当合っているのかどうかっていうところはやっぱりこの僕らが判断しなきゃいけない部分だと思うんですよね。たまに結構 AI 嘘言うこともあるんで、でも何もないところから調べるよりも、一旦こうやって上がってきたものを僕らがちゃんと確認して、で問題なければもうこれで OK ということなので、相当な時短につながるとやっぱり思います。さらにこんな感じで5ページを作って、この2つのカメラを比較するレビュー動画の構成案を考えて、撮影すべき項目のトゥードゥーリストをデータベースとして作成して、その5ページの下に追加してと、複数のタスクをちょっと一気にね投げてみると、するとですね、こんな感じで、ZR-VS-FX3 比較レビュー動画構成案っていうのが出来上がって、動画基本情報想定尺18分から22分、ちょっと長いかな。ターゲット視聴者、シネマカメラの購入を検討している映像クリエイター、動画の目的、両機種の明確な違いを理解してもらう。で、構成案はこんな感じでしっかりとね作られてますね。これがいいかどうかは僕もまだちょっと分かんないんですけど、でもこうやってフォーマットを作ってくれれば、この AI エージェントと壁打ちをしながらこの内容をブラッシュアップして、で構成案っていうのももうサクサクっと作っていけるんじゃないかなと思います。さらにこの構成案の一番最後にはもう一つこの撮影トゥードゥーリストっていうのが出来上がっていて、これを開いてみるとこんな感じで撮影のトゥードゥーリストまで作ってくれると
これがあればこんな感じでスマートフォンからももちろん参照できるので、出先でこれ撮ったこれ撮ってないこれ撮ったこれ撮ってないっつって、できるんで、やべえっすよこれはマジで。でさらにね、こんな感じでちょっと各タスクに担当者を割り振れるようにしてとお願いして、このトゥードゥーリストを更新して今もらってます。すると新しくここに担当者欄が追加されたので、じゃあ例えばこれは俺がやる、これは俺がやる、全部俺がやるんだけどね。これはリコさんにお願いしよう、これはリコさんにお願いしようというような形でアサインしていくと。でこれ多分リコさんには通知飛んでると思うんですよ。なのでこんな感じでノーションエージェントっていうのは、これまでの AI ツールと違って、どんどんやっぱ仕事を進めてくれる、そんな使い方ができるんじゃないかなというふうにね思いますね。それはやっぱりノーションにこういったデータベースであったり、チームとの連携機能だったり、そういったものが最初から備わっているので、それをちゃんとエージェントがしっかり使いこなしてくれるっていうのが、これまでちょっとねこうノーションって少し難しいなと思ってた人にとっても、本当ね自分で使いこなさなくてもエージェントに指示すれば、エージェントは当然これを使いこなしてくれるので、やりたかったことが本当すごく簡単に実現するんじゃないかなというふうに思います。でノーションには他にもノーションメールだったりノーションカレンダーといった、ツールもあるので、もちろんこのノーションエージェントそっちの情報を参照したり、またなんかこう書き込んだりすることもできるんですよ。例えばこの ToDo にさらに撮影日っていうのをそれぞれ割り振っていって、でその割り振った撮影日を全部カレンダーに登録してなんて言ったりすると、カレンダーに追加してくれて、しっかりそのスケジュールの管理までやってくれると。もう素晴らしいですね。本当僕みたいなソロで全部やってるクリエイターにとってはもうこれは本当にありがたいですね。はい、というわけで、これを見た方であれば、ちょっとノーション使ったことないけど使ってみたいなだったり、ノーションは使ってるけどエージェントはちょっと使ったことなかったなっていう人もやっぱ使いたくなると思うんですよね。でこのノーションはね無料から始めることができて、無料プランであっても、今日お見せしたような、ノーション内の情報をこういじくるみたいなそういったエージェント機能は無料体験版として使うことができます。ただノーションメールやノーションカレンダー、さらにはサードパーティー製のさまざまな外部ツールとこのノーションエージェントを連携させようということであれば、ノーションのビジネスプランに契約する必要があります。ぜひね気になるという方はこの概要欄のリンクの方をチェックして、このノーションエージェントぜひねちょっと試していただきたいなというふうに思います。はい、というわけで本日はこのノーションエージェントの紹介でございました。この動画が参考になったということであれば、ぜひねチャンネル登録とグッドボタンで応援していただければなというふうに思います。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。